ご視聴ありがとうございます。今回は絶賛改造中の渋谷駅に迫ります。長年改良工事が続く駅の変化を図表と映像フル活用で徹底解説します。改良中に不便になった場所とは一体どこなのでしょうか。ここは JR 各線の渋谷駅の新南改札があった場所です。ホテルなどと一体化し、渋谷駅の東側にそびえるビルが遠くに見える新南口は他の出口からは離れた場所にありました。改札内に入った後は2020年に移設された埼京線などの旧ホームを通路代わりにしてホームに向かっていたのですが、旧新南改札は去年7月に200メートルほど北寄りに移設され、ここから改札内には入れなくなっています。旧ホームを流用していた連絡通路も廃止され、移転後の新南改札に行くには駅の東側を250メートルほど回り込む必要があります。建物の横からは解体前の旧駅舎が見えます。ここから先に行く前にカオスすぎる渋谷駅の工事の全貌を解説です。ここが他の出口や改札から離れていたのには埼京線が開業した時の事情が関係しています。1996年、平成8年3月に埼京線が開業した時、山手線の横には土地がなく、もともと貨物駅があった山手線のホームとずれた位置にホームを設けたからです。貨物の取り扱いは1980年に廃止され、貨物駅はすでに跡形もないですが、新南口の並びのビルは跡地を活用しているので周りのビルより大きく、道路の位置にも貨物駅の形状が現れています。渋谷駅は渋谷というだけあって谷状の地形で、今の明治通りと JR 線のあたりが谷筋になっており、東西からは傾斜のきつい下り坂です。接続する路線には JR と直角にホームを構えたり、階層がずれる駅が出ていきます。埼京線などのホームと山手線のホームとの間には動く歩道まであり、隣の恵比寿駅での乗り換えが推奨されたほどです。また1997年には京王井の頭線の駅が100メートル西に移転しています。銀座線の車庫なども再開発され、複合施設の渋谷マークシティになり、井の頭線の渋谷駅はこれに取り込まれました。各線のホームが複雑に配置されていた上、平成には場所が離れる路線まで出たことで、渋谷駅の利便性の低下は深刻になっていきます。この状況が変わるきっかけが2005年、渋谷駅の周りの139ヘクタールが特定都市再生緊急整備地域に指定されたことです。2008年には東京メトロ副都心線が開業、2013年には直通のために東横線が地下に移され、高架駅の跡地の利用がスタート。2020年1月には銀座線のホームが東に移転しています。6月には東横線の跡地に埼京線などのホームが移転し、山手線と横並びになったことで、渋谷駅の改良は大きな節目を迎えています。井の頭線と銀座線の渋谷駅の改良の歴史を取り上げた動画は概要欄から見てくださいね。2021年10月には山手線の内回りホームが拡幅されました。埼京線などのホームを山手線の隣に移設する過程で、埼京線などの線路全体が山手線から離れた位置に移設され、空いた土地を使って山手線内回りのホームを拡幅したのです。これは将来内回りと外回りのホームを統合する布石で、2つのホームは2023年1月に統合されています。さらに2023年11月には内回りと外回りの線路とホームの高さを上げる工事が行われています。渋谷駅の南側にある高架橋の高さが低く、車両の通行などのネックになっていたため、一連の改良工事に合わせて改修することになったのです。過去にこのチャンネルでもご紹介したこれらの工事はいずれも大量の人員が動員され、大規模な運休が発生する巨大プロジェクトでした。この間、渋谷では鉄道の再編だけでなく周辺の再開発も並行して行われています。2012年には渋谷界隈の再開発ビルの先陣を切って渋谷ヒカリエがオープンしています。もともと複合ビルの東急文化会館があった場所で2003年6月に閉館した後、副都心線の工事などと並行して建設されたビルです。渋谷ヒカリエのほか、2019年にオープンした渋谷スクランブルスクエアをはじめ、東西で複数の大型ビルが竣工し、
街そのものが大きく変わりつつあります。かつて銀座線の渋谷駅があり、山手線の改札などもあった東急百貨店東横店も建て替えが進み、渋谷駅の西側には建物を解体した後の土地が広がっています。ここから駅の内外の様子を見ていきます。旧新南口はビルと一体化していたため、改札が移転した後も入り口はそのままです。ただし通る人が減ったため、エスカレーターは廃止され、シートがかぶせられています。階段の縁にも埃があり、役目を失って扱いが下がったことがよくわかります。旧新南口の正面にあったこのビルは、1階のコンビニやマックが撤退し、他のテナントも抜けており、建て替えが計画されているようです。移転した後も周辺では変化が続きます。改札があったのは建物の3階です。ホテルの中のエレベーターを利用すれば、一応階段を避けて移動できます。改札があった場所には一面に壁が張られ、奥の様子は伺い知ることができないです。移転前の様子がこちら。新南改札から直接行けるのは埼京線などのホームだけで、山手線のホームへはそのホームを経由する必要がありました。改札周辺の時刻表や発車案内表示器、番線表示にも山手線の案内はほぼなく、同じ渋谷駅でも雰囲気の違う場所でした。新南改札は移転したものの、ここで行き止まりではありません。改札に向かって左に曲がり、工事用の出入り口を横目に見ながら突き当たりを右に曲がり、旧駅舎の西側に進むと、外に出る扉があります。山手線と埼京線などの上には東西自由通路があり、線路の反対側に行けます。新南改札の移転後、入り口の張り紙にあった移動ルートは線路の東側でしたが、西側経由でも移転後の新南改札へ行けます。この東西自由通路は、新南改札の移転に前後して新設されたものです。移転後の利便性を補うものというより、このカットで向かって左、線路の西側に再開発でできた複合施設、渋谷桜ステージのアクセスのための要素が強いです。渋谷桜ステージは土地が三角形で、2つの建物に分かれています。ここから見えているのは、その三角形の頂点にあたる場所です。多くの建物は移転後の新南改札から秒で行ける場所にあるほか、手前の建物も屋根付きのペデストリアンデッキのおかげで雨に濡れずに行き来ができます。ここで後ろを向くと、埼京線のホームの跡地に機器類が置かれているのが見えます。あそこは埼京線などのホームが移転した後、連絡通路としても使われない場所となったため、ホームが早々に解体され、機器置き場に転用されています。この手前には、移転する前のホームがそのまま残っています。乗車位置目印などもそのままで、移転から5年以上経過した今も、当時の面影があります。埼京線などのホームの移転に合わせて線路の高さが上げられたため、連絡通路に転用された場所は床面が改修されています。そのため、あのような目印がそのまま残っている箇所はかなり珍しいです。ペデストリアンデッキは線路に沿っており、役目を終えた駅舎とホームが見えます。ホームの上にあった特徴的な凸凹屋根もそのままです。渋谷のど真ん中、営業中の線路の間だけに解体工事にも時間がかかりそうです。渋谷桜ステージの豪快なミストで体を冷やし、子供も遊ぶ耳噴水で足元も冷やしつつ、先に進みます。埼京線などのホームと山手線のホームをつないでいた連絡通路は廃止されたものの、そこにつながっていた階段の残骸は残っています。上がボードで塞がれた階段の後に哀愁が漂います。線路沿いのペデストリアンデッキを進んだところに、移転後の新南改札があります。この手前にも東西自由通路ができ、線路に分断されがちだった渋谷の回遊性が上がっています。この自由通路はまだ工事中で、屋根が低いです。そのため、渋谷桜ステージの気合の入った看板も、残念ながら駅側からはほとんど見えないです。自由通路の様子がこちら。右側には仮囲いがあるので幅が狭く、左側にも鉄骨などが立っているため、余計に幅が狭いです。線路の東側には、2018年に開業した渋谷ストリームがあります。この自由通路は再開発でできたビルをつなぐ主要な動線のため、人通りが多くて混雑します。
仮囲いの内側がこちら。右奥のペデストリアンデッキと似たようなガラスの壁があり、将来は一体感のある感じになります。仮囲いには完成予想イメージもあります。全長50メートル、幅12メートル、高さ9メートルの巨大通路です。雨が吹き込まないかが心配です。支柱は円形で、先ほどのカットにあった円柱がそれかもしれないです。自由通路はまだ工事中ですが、新南改札は本節のものが出来上がっています。パリッとした見た目で木目調っぽい天井のパネルと全体が光るタイプの照明が近未来感全開です。ここからは埼京線などのホームへも山手線のホームへも直で行けるため、それぞれの発車案内表示器があります。また埼京線などが発着する3番線と4番線は埼京線とそれ以外で発車案内表示器が別々に用意されています。従来のものは複数の系統が同じ場所に表示され、せいぜい3段ほどしかなかったので利便性が低かったのですが、これなら分かりやすいです。発車案内表示器の周りにはラインカラーがあしらわれ、4番線の表示器には横須賀線の青が入る細かさです。山手線の表示器がこちら。同じく周りにラインカラーがあります。車体の色よりもちょっと濃く、一昔前の埼京線の色に近い感じです。新南改札は駅の南端で、北側にはホームの上に中央改札、ホームの下に南改札と八甲改札があります。動線は一時期よりは単純になったものの、その変貌ぶりに戸惑う人や外国人観光客が孫つく様子が四六時中見られます。南改札の中にはこのアナウンスが繰り返し流されています。この下にある埼京線などのホームがこちら。ホームが移転して5年余り、連絡通路が廃止されて1年余りが経ちますが、解体はまだ始まっていないように見えます。このホームに発着する列車は最長15両編成で、山手線の11両編成より長いため、ホームは手前に張り出しています。この辺りは改札からも遠いため、人気が少ないです。ホームの移転から5年が経っても足元は仮設の仕様で、階段の周りには仮囲いがあります。一方で階段自体は本節の仕様で、駅舎を支える柱ももちろん本節。南改札の下では仮設と本節が同居する工事中ならではの光景が見られます。新南改札の移転で一つの節目を迎え、今後本節のものに作り変えられるのでしょうか。山手線のホームがこちら。2021年10月に内回りホームが拡幅された時は全体的にすっきりとしてゆとりがありましたが、2023年1月の外回りホームとの統合、新南改札の移転により密度の高い空間になっています。新南改札は駅舎でもあり、改札階の上にも建物があります。改札口のカットにもありましたが、将来お店などが入るスペースにはシャッターや幕があり、内部では工事が進んでいることが伺えます。山手線のホームに移動です。こちらも階段エスカレーターは本節のものですが、床面自体は仮設の仕上げです。仮囲いなどがそこら中にありつつ、南改札の近くにはかろうじてベンチがあり、渋谷駅の中ではまだゆとりがある場所のようです。そして統合前の旧外回りホームがあった場所ではホームの解体が終わっています。線路の西にあった東急百貨店東横店の西館も解体工事が終わり、新しい建物の基礎関係の部材でしょうか、めちゃくちゃ長い鉄骨がクレーンで吊り上げられています。あの辺りの様子は後で駅の外側からもご紹介します。この後ろ辺りにあるのが中央改札へつながる階段エスカレーターです。中央改札へ続く階段を上がります。ホームの上の階層にも仮囲いがあり、床面も仮設の仕様でまだまだ完成形ではないです。天井の照明もいかにもな感じで極太な鉄骨が印象的です。この上には
2019年に東棟がオープンした渋谷スクランブルスクエアの中央棟ができます。南改札は上に駅舎ができるだけなのに対し、中央改札は上に複合ビルができるため、完成までにはもっと時間がかかるかもしれないです。中央改札は東京メトロ銀座線や京王井の頭線への乗り換えのほか、渋谷ヒカリエなどへのアクセスも便利な改札ですが、改札への動線は駅の東側に集約され、人通りの割にキャパが少なめです。改札に向かって左には仮囲いがあります。ここはかつて埼京線などのホームを乗り越え、山手線のホームへつながっていた動線です。途中にはスロープもあり、山手線のホームにはエレベーターもあったため、バリアフリールートの一部でもありました。そしてこのカットの左後ろが移転前の旧中央改札があった場所です。中盤で触れた2021年10月の山手線内回りホームの拡幅に先立ち、当時の中央東改札に統合され、そちらが今の中央改札になっています。中央改札は名称は同じなのに場所が変わり、旧中央東改札は同じ場所にあるのに名前が変わるという、なかなかややこしい変更でした。仮設仕様ゆえに雨漏りもあるらしく、天井には雨を受けるビニールがたくさんぶら下がっています。先ほどの通路の跡地でも工事が続き、仮囲いのパースを見る限りでは、将来的には統合前の中央改札が復活し、中央北改札として供用されることになりそうです。ちなみにここは今は銀座線と井の頭線をつなぐ動線になっている場所です。この動線が丸ごと作り変えられ、通路に沿った場所に券売機と改札、花屋さんが並び、上には円形の吹き抜けができることになりそうです。今の光景からは想像もつかない大改造、完成が待ち遠しいです。山手線のホームに戻ってさらに進み、八甲改札に到着です。東京メトロ副都心線に半蔵門線、東急東横線と田園都市線、京王井の頭線への乗り換えルートになっており、渋谷駅でも混雑する改札です。階段はしっかりした作りですが、下の方では天井の部材が仮設の仕様になっています。階段の上にあった看板も仮設仕様だったので、まだまだ工事が続きそうな場所です。2つのホームからの動線は下の階層で合流します。さらに左からは山手線のホームにつながる別の動線も合流です。ここが八甲改札。今年1月26日にこの場所に移転しています。右半分が入場専用、左半分が出場専用で分けられています。これだけならよくある光景ですが、改札を出てからも通路の真ん中には仕切りが続きます。その突き当たりで左の八甲口と右の宮益坂口に動線が分かれます。移転前の改札は2カ所に分かれていたのに対し、移転後は1カ所に集約されています。八甲口と宮益坂口の人の流れが集まり、動線が交差して混雑が悪化するのを避けるため、通路がこのように仕切られています。八甲口から改札に入るには、一旦宮益坂口まで出てから折り返す必要があるという珍しい動線です。改札の幅がもっと広く、周りのスペースにも余裕があれば動線の制約をなくせますが、改良工事中では仕方ないです。平日の夕方の様子がこちら。山手線のホームから降りた動線は埼京線などのホームからの動線と合流するため、人の流れが改札の手前で滞ります。さらに、この先で左からは山手線のホームからの別の動線も合流するため、この混雑ぶりです。入場してきた人が出場する人の列を横切って山手線のホームに向かう様子もしばしば見られます。混雑は改札を出た後も続き、八甲口への動線は出口の手前で狭くなることもあり、外に出るまでに時間がかかります。旧改札の撤去が完了し、改札の幅が広がるまではこの状況が続きそうです。そのため渋谷駅ではホームの中ほどにある南改札経由の迂回ルートを案内しています。南改札を出て左に曲がり、駅の西側に出て旧東急百貨店東横店の跡地を突っ切り、大通りの横を進んで八甲口に行くというルートです。そのルートを実際に歩いてみます。南改札は地下鉄各線などへの乗り換え動線でもあり、渋谷駅ではそれなりに存在感のある改札です。
この真上には中央改札へつながる動線がかぶさっており、2つの動線が上下に並んでいることも分かりにくさを助長しています。これらの階段はホームの幅いっぱいにあり、駅員の立ち会い区画もあるためかなり混雑します。駅長事務室もこの辺りにあり、渋谷駅ではかなり重要な場所でもあります。また南改札につながる階段の後ろには謎の斜め鉄骨があります。旧中央改札へ伸びていた動線でしょうか。階段を降りたところで折り返し改札を出ます。天井も床面も仮設仕様で、そこら中に仮囲いがありますが、これまで見てきた改札の中では新南改札の次にゆったり感があります。なお埼京線などのホームにつながるエレベーターは改札の真ん中です。改札を入ってくるりと後ろを向いてエレベーターに乗るというちょっと変わった動線です。南改札を出て西口へ向かいます。改札を出て左というより左斜め前に進んでから左という感じです。これは駅の西側にあった旧東急百貨店東横店の解体が終わり、渋谷スクランブルスクエア西棟の建設が始まったため、動線が敷地にかぶらないように北に移動したからです。動線が移動する前の様子がこちら。動線は敷地の真ん中を貫き、解体途中の建物が残っています。山手線のホームからも見えた通り、今ではクレーンが何機も立ち、新しい建物の工事が進みます。完成後のことだけでなく、工事期間中の動線や利用客の安全も考えなければならないので大変です。今はまだ想像がつかないですが、この土地と線路の上にも新しいビルができます。奥にある渋谷スクランブルスクエア東棟の低層階は外観が無機質のパネル張りですが、この手前に将来別のビルができるからです。この右手からの映像がこちら。既存のペデストリアンデッキに新しいデッキがつながり、部分的に2階建てになりそうです。この左奥には井の頭線と銀座線を乗り換える人などが使う通路があります。既存の構造物を部分的に流用しており、柱には誤って解体しないよう残しの文字があります。仮設の動線に使われている区体も徐々に解体され、姿を消す日も近いです。南改札を出て西口を出て進み、大通りに突き当たったところで右に曲がります。この右側にあった広場は再開発の過程で閉鎖され、今もそのままです。ちなみにここにあったもやい像は待ち合わせスポットとして知られ、広場の閉鎖後は仮囲いの内側に佇んでいましたが、去年11月再開発で完成していた駅西側のビルの西側に移設されています。周りにはしっかりした柵があり、ここが安住の地になるのでしょうか。ちょっと戻りハチ公口を目指します。工事中ということもあって動線は狭く、床面もデコボコしているところがあり、バス停もあるので結構歩きにくいです。途中には横断歩道もあり、井の頭線の乗客が結構通るため歩道が余計に歩きにくいです。銀座線の高架をくぐりハチ公広場に到着です。ハチ公口はこの右奥、平屋建ての建物のさらに後ろにあります。動線が複雑なので宮益坂方面へは左側の歩道をご利用くださいの張り紙もあります。それでも初見の人には分かりにくく、左隣にある交番には道案内のポスターがあるほか、警察官に道を尋ねる人の姿も頻繁に見られます。内部にもハチ公改札は60メートル先に移転しました。入場にはお時間がかかる場合がありますの注意書きがあります。駅構内には南改札系への迂回ルートの案内ポスターもありますが、これだけでは現地の様子が分かりにくいです。迂回ルートだけあって遠回りなため、あまり浸透してないように見えます。ハチ公口の周りの建物は右手の広告を支える区体以外は解体されています。かつては後ろに建物がそびえていたハチ公口も建物の解体が済んで景色が変わっています。またこの横では東京メトロ銀座線の高架橋の改修が続いています。2020年にホームが移転した後も渋谷駅の西側には検釈があるため、山手線などをまたぐ場所に線路があります。線路は単線になり、古い高架橋の改修を進めているため時々左右に移動しているようです。
高架橋の改修のために掘り込まれた地下には相当年季の入ったブロック塀があります。ガード下にはマリカーが爆音を立てながら走り、ハチ公の銅像の前では外国人観光客が列を作って記念写真を撮り、スクランブル交差点は人々で賑わう渋谷。変わらない光景の一方で改修工事は着々と進んでおり、こうした光景が変化する日も意外と遠くはなさそうです。ご視聴ありがとうございました。